あなたは今、トレードをするときに、チャートの動きを予想するのにつまずいていませんか？もしそうであれば、今回は、チャートの予想の仕方を簡単2ステップでお伝えするので、この動画が役に立ってくれると思います。全体の流れを確認する。FX に限らず、何事にも当てはまりますが、未来というのは、過去と現在があって予想できるものです。FX の値動きの予想の仕方も、まずは過去チャートから現在までの動きを分析していき、それを未来の予想へつなげていきます。そして、そのための最初のステップが全体の流れを確認することです。トレンドはフレンド、なんていう格言が相場にあるように、全体の流れに沿ったトレードが一番勝率も高く利益も伸びやすいです。よって、まずは全体の流れを把握して、それに沿ったトレードプランを立てていくのがセオリーです。例えば、今現在のレートは次のような状態だったとしましょう。この時の今後の動きの予想の仕方は、まず全体の流れを見ていきます。今回の場合であれば、高値と安値を切り下げているので、下落トレンドになっていますよね。つまり、今現在の状況は、買いよりも売りが優勢な証拠です。ということは、今後の動きとしては、上がるよりも下がる可能性の方が高いことが予想できますよね。これがまずは予想ステップの1個目です。もし、全体の流れを把握する方法について、より詳しく知りたい場合は、この動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきますので、判定しそうな場所を把握する。全体の流れを確認したら、次にやるのは判定しそうな場所を探して、そこへ水平線を引くことです。これをやることで、反応する可能性がある場所を視覚的にすぐ見つけることができるので、今後の値動きの予想がしやすくなります。今回の場面であれば、あなたならどこに水平線を引きますか？ちょっと考えてみてください。私であれば、次のように水平線を引きます。そしてここから、今後の値動きの予想をしていきます。まず、現在の位置から最も近くにある、一番下の水平線を見ていきましょう。ここは直近の安値で、この安値から反発した形跡がありますよね。ということは、もう一度この安値までレートが来たら、ここが相場参加者に意識されて反発する可能性があります。ここでもし反発したら、安値更新に失敗した、という合図になるので、ここからの動きの予想としては、下落トレンドが止まって上昇トレンドへ入っていくきっかけになるかもしれません。逆に、直近の安値を下に抜けるようであれば、安値の更新となって下落トレンドは継続するので、さらに下げは加速していきそうですよね。つまり、直近安値に引く水平線というのは、下落トレンドが終わるのか、それとも継続するかの重要な場所になることがわかりますよね。次に、真ん中の水平線ですが、ここまでレートが戻ってきたら、もう一度反応して下がることが予想されます。なぜなら、この場所ではすでにダブルトップができているので、相場参加者に明らかに意識されているのがわかるからです。そのため、ここまでレートが来たら、もう一度売りが入ってきて、トリプルトップになって下がる動きが予想されます。最後に、一番上の水平線ですが、この位置は戻り高値です。安値を更新した起点になるので、ここは相場参加者に強く意識されます。よって、まず考えられる動きとしては、この場所から売りが入って下落することです。しかし、戻り高値までレートが戻ってきた場合、直前の流れを見ると、高値と安値を切り上げることになるので、短期的に上昇トレンドにもなります。こうなると、全体の流れと戻り高値を重要視して売ってくる人たちと、直前の上昇トレンドを重要視して買ってくる人たちの2つが出てきます。この2つの思惑がぶつかることになるので、戻り高値から売りが入って下がっても、真ん中の水平線付近で買いが入ってくるでしょう。これら2つの動きによって、一番上の水平線と真ん中の水平線の間でレートが揉み合う動きが予想されます。逆に、一番上の水平線を強く上に抜けてくると、トレンド転換が起きるので、ここから上昇していくことが予想できます。このように、判定しそうな場所に水平線を引くと、相場参加者がアクションを起こす場所が見えてくるので、チャートの動きを予想することができますよね。以上が、チャートの動きを予想する簡単2ステップになるのですが、
やっていることとしては、全体の流れを把握する。反転しそうな場所に水平線を引く。といった、至って普通のことですよね。でも、この普通のことをするだけでも、チャートの動きを予想できて、それをトレードに活かすことができるので、馬鹿にはできないですよね。ちなみに、水平線の引き方について、より詳しく知りたい場合は、この動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。チャートの予想からトレードのシナリオを考える。ある程度、今後の値動きの予想ができたら、ここからは実際にエントリーをするためのシナリオを立てていきます。今回のチャートであれば、直近の安値で反発をする。直近の安値を更新して下落トレンドは継続する。直近の高値で反応して下げる。戻り高値で反応して下落してくる。戻り高値を上に抜けてトレンド転換をする。といった動きが予想できましたよね。これらを踏まえて、私であればトレンドに沿ったトレードがメインなので、戻り売りと押し目買いを狙っていきます。まず、一番勝率が高くて利益が伸びやすいのは、直近の安値を更新して下落トレンドの継続が確定した後の戻り売りです。これは意識されている直近安値を下抜けることで、買いが負けて下落トレンドが継続したと判断できるので、相場参加者の多くは戻ってきたら売りたいと考えています。ということは、サポレジ転換の法則で、今までサポートだったところは、今度はレジスタンスに変わるので、一番下の赤ラインがお戻り売りの目処になると考えることができます。この時の損切り位置は赤ラインの少し上です。赤ラインを上に抜けてくると短期的に上昇トレンドになって上がる可能性があるからです。利食いに関しては直近の安値でもいいですし、下落トレンドの上に目立った反発する場所もないので、それを見越して伸ばしてもいいです。もしくは今回の場面だと近い位置に反発しそうな場所はないので、ブレイクを狙うこともできます。例えば、直近の安値を少しブレイクしたら、売りエントリーをして、伸びきったところで利食いをすればうまく利益が取れそうですよね。ちなみに、この時の損切り位置ですが、基本的には直近の高値を上に抜けた位置がセオリーです。ただし、これだと、損切り幅がかなり広くなるので、大きく利益を伸ばせればいいですが、実際に損切りになると精神的に結構きついです。そのような場合は、エントリー後に赤ラインの内側に戻ってきた場所で損切りしてしまうのがいいです。ブレイクを狙う場合、騙しが結構多くなるので、ブレイクに失敗すると一気に反対方向へ動きます。そのため、赤ラインの内側に戻ってきたら、ブレイクが失敗したとみてすぐに損切りをしてしまうのです。そうすれば、損勝利大のトレードができます。私の場合は、直近の安値をブレイク後の戻り売りの方が、勝率も高くて利益を伸ばしやすいので、ブレイクは狙いません。もし、逆張りが好きな人の場合は、直近の安値で下げ止まりを見せたら、買っていく方法がいいかもしれません。例えば、直近安値までレートが来て、そこで下に行かない動きを見せたら、直近安値が強く意識されている、と見ることができます。そうなれば、全体の流れが下落トレンドとはいえ、買いでエントリーをすることができます。この時の損切りに関しては、直近安値が意識されているので、ここを下抜けたら、直近安値近辺で買った人たちが含み損を抱えることになります。つまり、一斉に損切りが出る可能性が高いと予想することができます。そのため、それに合わせて、直近安値の少し下に損切りを設定します。次に、利食いの目処ですが、今現在下落トレンドなので、どちらかというと、レートが上昇して戻ってきたら売りたいと構える人の方が多い状態です。ということは、直近の高値がレジスタンスとなり、戻り売りが入る可能性があるので、そこが利食いの目処となります。次に私が狙うトレードとしては、真ん中の水平線での戻り売りです。ここでもまだ下落トレンドだし、ダブルトップができているので、この水平線は意識される可能性が高いです。よってそこで反応して、トリプルトップを作りそうな動きを見せれば、売りでエントリーをしていきます。この時の損切り位置は、水平線を上抜けた場所になります。水平線を上抜けると、短期上昇トレンドに入って、戻り高値まで上昇する可能性が高いからです。利食いに関しては、一旦は直近の安値を目処にします。下落トレンドなので、
直近の安値も下に抜けて伸びる可能性もあるのですが、反発して上昇してくる可能性もあります。仮に直近安値で利食いをした後にさらに伸びていったとしても、今度は戻り売りを狙えばいいので、私は直近の安値で一旦利食いします。利益を伸ばすにしても、直近の安値で半分利食いをして、もう半分を伸ばす感じにします。3つ目のトレードシナリオとしては、戻り高値を上へ抜けた後の押し目買いになります。戻り高値を抜けると、トレンド転換をして上昇していく可能性が高くなります。しかも、戻り高値を抜ける頃には、短期の流れでも上昇トレンドを作っているので、長期と短期の流れが一致することになります。こうなると、上昇する可能性がより高まるので、買いを狙った方が勝率が高くなるし、利益も伸びやすいからです。ちなみに、この時の損切り位置は、戻り高値の水平線を下に抜けた場所です。この水平線を下に抜けてくると、今度は短期的に下落トレンドになって、面倒くさい動きをしそうなので、さっさと切っておくのが精神的に楽だからです。利食いに関しては、直近の目立った高値付近です。私の場合は、大きく伸ばそうとして戻ってきて、縦値決済や損切りになるのが嫌なので、リスクリワードが良ければ、ある程度のところで利食いをしちゃいます。では、この後、どうなったのかを見てみましょう。今回は、直近安値を下に抜けてさらに下落していきました。よって、直近安値での戻り売り、という戦略が使えましたね。もし、ブレイクを狙う人であれば、ブレイクでの売りも使えましたね。しかも、戻り売りを狙った場合は、下落トレンドなのも加わって、大きく利益が狙えました。どうでしたでしょうか？このような感じで、チャートの動きを予想した後にトレードシナリオを立てておけば、どう動いたとしても、焦らずにトレードができますよね。ちなみに、エントリーの仕方に関しては、短期足に落とし込んで、相場参加者の心理を考えると、より精度の高いエントリーが可能になります。エントリーの仕方について詳しく知りたい場合は、こちらの動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。わからないならトレードをしないこと。チャートの動きを予想しても、よくわからない場合は、トレードをしないのが一番です。例えば、現在の状態が次のような感じだったとしましょう。このチャートを見ると、微妙に上昇トレンドなんだけど、レンジっぽい動きをしていますよね。どこで判定しやすいかもわかりづらくて、水平線も引きにくい感じです。こういう時は、無理に予想をしても余計混乱するだけなので、何もやらないのが一番です。私はこのようなチャート状態だったら、予想すらしません。どっちかに大きく動いて、はっきりとしたトレンドが出始めてからチャートの動きを予想していきます。特に、レンジ相場の場合、売りたい人と買いたい人の割合が同じぐらいなので、どっちに動くか予想しにくいです。このような状態で無理にトレードをしたとしても、余計な負けを引き起こすだけです。仮に勝てたとしても、わからない状態での勝ちは間違った成功体験になります。そして、その行為が癖になり、続けていくと資金を徐々に溶かしていき、気づいたら全部なくなっていた、なんてこともあり得ます。そのため、わからない状態なら、トレードを見送ることが重要です。むしろ、トレードを見送るスキルを身につけると、トレードの成績はかなり上がりますから。他人の予想には少し注意が必要。FX をやっていると、いろんな人が相場の予想を毎日のようにしていますよね。こういうのは、軽く参考にする程度ならいいですが、鵜呑みにするようなことはなるべくしないようにしましょう。例えば、相場予想の代表的な例として、アナリストがいますよね。この人たちはものすごく頭のいい大学を出て、朝から夜中まで毎日、多くの市場を調査して、今日のドル円は上がるでしょう、みたいにやっていますよね。FX 業者のニュースを見ると、必ずと言っていいほど、今日のレート予想をしていますよね。でも、ここでちょっと考えてみてください。アナリストの中で、高確率で予想が当たっている人をあなたは見たことがありますか？さらに言えば、その予想に従ってトレードをして億を稼いでいる人、もしくは億を稼いでいるアナリストをあなたは見たことがありますか？おそらく見たことがないと思います。実際に私も見たことがありません。昔の私は、実はアナリストの予想を鵜呑みにしてトレードをしていました。
毎日 FX 業者のニュースで、今日のレートは100円から102円の間です、という予想を見ては、これなら買いだ、なんてやっていましたが、全戦全敗でしたから。SNS での予想も鵜呑みにしないこと。SNS を見ていると、ドル円は170円まで到達します。だから、絶対に買いです、みたいなことを予想して投稿している人を見かけます。このような SNS での予想も鵜呑みにしない方がいいです。予想が当たる人も見かけるのですが、その予想だって 100% ではありません。中にはその予想を鵜呑みにして、ハイレバレッジでトレードをして、大損をした人を何人も見たことがあります。SNS 上には無限に情報が散らばっています。そのような情報を鵜呑みにすると、余計な混乱を引き起こして、自分のトレードがブレてしまいます。これだと元も子もないので、参考にしすぎないようにしましょう。他人依存ではなく自分依存で進みましょう。他人の情報というのは有益なものもあるのですが、それに依存しすぎると逆効果になります。ここでちょっと考えてみてください。例えば、億を稼いでいるトレーダーが他人の情報に頼って稼いでいると思いますか？そんなこと思わないですよね。実際に FX で稼いでいる人たちはみんな他人の予想に頼らずに自分でスキルを磨き上げて稼いでいます。結局、FX で結果を出している人はこういう人たちです。他人依存ではなく、自分を信じて自分の道を突き進んだ人たちから勝てるトレーダーになっていきます。今この動画を見ているあなたは、FX で思うような結果が出ていないかもしれません。ですが、実際のあなたは、FX で勝つ力を十分持っているのです。それでも結果が出ないのは、ちょっとした歯車が噛み合っていないだけです。その歯車を噛み合わせるには、自分を信じてスキルを磨いていくしかないです。もっと自分の力を信じてあげてください。まとめ。今回は、チャートの動きを予想するためのステップを紹介しましたが、至って普通のやり方でしたよね。再度、予想の仕方をまとめると、全体の流れを確認する。反転しそうな場所に水平線を引く。たったこれだけです。あとは、自分の予想に対して、トレードシナリオを立てて、エントリーをしていくだけです。こんな簡単なやり方でも、値動きの予想もある程度できるし、トレードの精度も上がるので、良ければ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。